こんにちは、写真家の井上博樹です。今回の写真表現ゼミでは、皆様も耳にしたことがきっとある東京カメラ部を取り上げて、東京カメラ部とは一体何なのか、どのような役割を果たしているのかを一緒に考えてみたいと思います。写真を分類するとき様々な分類がされるわけですが、例えば芸術写真、報道写真、商業写真、そして私的写真というふうに分類することもできると思います。写真を撮る人それぞれがそれぞれの目的を持ち、特に写真家やカメラマンはその中で自身のスタイルを確立していったのです。デジタルカメラ、特にスマートフォンの登場や SNS の登場があったこの20年ほどで、写真のあり方に大きな変化や進化が起きています。皆様も感じられている通り、新しい形態の写真、もしくは私的写真の延長線上とも言えそうですが、必ずしも全てが重ならない SNS でやり取りされている写真です。ここでは SNS 写真と呼びましょう。SNS 写真は日常の何気ない瞬間や個人的な出来事を記録し共有するための手段として広がってきました。これまでの写真が専門的な知識や技術を必要としていたのに対して、SNS 写真はスマートフォン搭載のカメラで誰でも手軽に撮影できて、瞬時に世界中に発信することができる点に特徴があります。これによって写真というメディアがますます身近なものとなり、バナキュラーな、それぞれの撮り手にとっての身近な写真群が大量に出回るようになりました。同時に SNS 上でより目立ちたい、SNS 上でより評価を受けたい、ここではいいねの数を得たい欲求も重なって、バナキュラーな写真群だけではなく、いわゆる絶景写真やより目立とうとして過度な編集をした写真、数多くのパクリ写真、いわゆるバズりがちなテキストとともにリリースされるそんなにすごくない写真などが SNS 上に出回るようになった印象があります。とんでもない数の写真群です。こういった SNS 写真について、それ以外の写真のジャンルよりも一段低い評価をしようとする考えやお気持ちがあるようです。確かに SNS における評価尺度の一つであるいいねやライクの数というのは、お互いに付き合うことができたり、知り合いだったらつながってるならつけないと人でなしみたいにされるのではという脅迫にさえ感じさせるようなものが少なくありません。中にはフォロワーの数やいいねの数を購入することもできるという噂まであることも否定できません。その観点からは、従来の写真評価とは一緒にするなということかもしれませんよね。とはいえ、これまでに世界中でリリースされてきた芸術写真や報道写真、商業写真の数に匹敵、もしくは超えるような枚数の SNS 写真が世界中で投稿されて共有されていることは否めなくなっていると思います。ネット上のデータとはいえ世の中に見える形で今実在していて、そしてこの今異様な速度で増殖しているんです。また仮にいいねが SNS 写真の撮影や表現の目的だとしても、写真表現の目的に規制はないのかもしれません。そうなるといよいよ SNS 写真は無視できない写真の分類の一つとなり、文化として写真の歴史に根付き始めているのではと井上は考えています。こういった流れを少し遡った2012年、東京カメラ部は Facebook に生まれて急速に成長したコミュニティです。Facebook ユーザーが自ら撮影した写真を東京カメラ部の Facebook ページに投稿して、その中から東京カメラ部運営が1日数枚フィーチャーするという仕組みでした。その後、東京カメラ部の公式 SNS ページは Facebook だけでなく X、旧 Twitter や Instagram などにも開設されて、今日では毎日2万枚を超える写真が投稿されて、関連アカウントを合わせると総フォロワー数は560万人を超える規模になっているようです。また年間の延べ閲覧者数で見ると、2022年に11億人を超えたと公表されています。また、毎年東京カメラ部の写真展が開催されて、日経ナショナルジオグラフィック社から公式の写真展写真集まで出版されるようにもなっています。ここまで紹介してきた東京カメラ部は SNS というプラットフォームを通じて全国の写真を楽しむ多くの方々が集まって互いに刺激をし合う場を提供している点に大きな特徴があることを理解いただけたと思います。これによって写真表現の可能性が広がって、ますます多くの人々がつながりを得ながら写真を楽しむようになったと言えるでしょう。
またこのつながりは写真をただの個人的な趣味としてだけでなく、カメラや機材メーカー、旅行会社や鉄道会社に航空会社、自動車メーカーにクレジットカードブランドなど、写真や旅に関する企業にとって効果が期待できる広告活動の場としても位置づけられていることに特徴があるでしょう。さらに東京カメラ部の活動は地域の魅力を再発見し、それを発信する機会を提供している点でも重要です。例えば東京カメラ部が主催するフォトコンテストや光絵写真展では、国や地方自治体も協力や出展をし、地域の風景や文化が取り上げられ、それが再評価されることで地域のブランディングや観光振興にも寄与しています。こういった活動は地域創生にもつながっており、写真を通じて地域と人々を結びつける役割も果たしていると言えるでしょう。さあ、ここからは東京カメラ部10選と東京カメラ部光絵写真展について少し詳しく見ていきましょう。東京カメラ部の活動の中でも東京カメラ部10選は特に注目される存在です。これは毎年年末に東京カメラ部の SNS アカウントで発表している10作品とその写真の撮影者の呼称です。2012年から選出がされていますから、すでに100作品、100名を超える東京カメラ部10選が選出されています。この東京カメラ部10選に選ばれることは、東京カメラ部への多くの参加者や投稿者にとって非常に大きな目標の一つであって、それがキャリアの一つの大きなステップとなることも少なくありません。選ばれた作品は光絵写真展で展示されるほか、撮影者は様々な企業からの仕事依頼を受けることがあるなど、多くの可能性が広がります。井上自身もこの10選に選ばれたことで、カメラマンや写真家としての活動が広がりました。そしてもう一つ知っておきたいのが東京カメラ部光絵写真展。東京カメラ部は年に一度渋谷光絵を会場にして大規模な写真展を開催しています。東京カメラ部10選の作品、東京カメラ部主催のフォトコンテスト入賞作品、協力協賛団体の作品などを展示する東京カメラ部主催の写真展です。この写真展は来場者数が凄まじく、期間中の累積来場者数が6万人を超えた年もあったくらいです。多くの方々に注目されていることがわかります。SNS で共有される写真はデジタルという特性から瞬時に世界中に広がります。多くの人々がその写真を目にして感動を共有することができるのは SNS ならではの利点です。一方で写真が持つ物理的な存在感や観客との直接的な対話という面では、リアルな展示が非常に重要な役割を果たすということが言えるでしょう。このオンラインとオフラインのハイブリッドに写真表現を参加者それぞれのスタイルで楽しめるというのはとても素敵なことだと思います。ここからは井上と東京カメラ部の関わりについてもお話ししましょう。初めて関わりを持ったのは2014年の初めのことです。北海道で撮影した写真を東京カメラ部に何度か投稿している中、その写真のうちの何枚かが東京カメラ部の Facebook アカウント上で紹介されて、たくさんの反響をいただきました。今でこそ、紹介されたんだ、よかったね、という感じなんですけども、当時はね、誕生日とクリスマスとお正月がいっぺんに来たような嬉しさがあったんですね。こう言うと恥ずかしいのですけど、本当なんです。当時の盛り上がりは本当にすごかった。誉れなことだったんですね。そして、その年の初夏に東京カメラ部が主催するフォトコンテストで入賞することができて、念願の光絵写真展に初めて自分の作品を展示する機会を得ました。これは井上にとって非常に大きな転機となったような気がします。その時の写真がこちらの1枚。夕暮れ時の美瑛で撮影しています。手前の池のように見えるのは当時乗っていた井上の車の屋根だったのですが、 SNS 上ではこれはどこだ、こんな池や湖や美瑛にはないぞ、おかしいなんてコメントがついてちょっとニヤニヤしちゃったことを覚えています。このカットを見ると井上の車の屋根と夕焼けの空の関係がわかるかと思います。懐かしいカメラとレンズでの撮影でした。2013年、この頃ソニーの E マウントレンズの選択肢は今から考えると驚くほど数が少なくて、マウントアダプターを使ったり、あのレンズはどうだ、このレンズはどうだと試しながら楽しんでいたことを今でもよく覚えています。2014年の年末には念願だった10選に選ばれるというとても嬉しいことがありました。こちらの写真が選ばれた作品。虹へ飛び込もうとしている飛行機が写っています。
よく見るとこの写真はしくじっていてどこにもピントが合っていないんですね。ひどいものですが、いやこれが SNS の写真なんですよきっと。当時の解像度の低いスマートフォンのディスプレイではピントが合ってるかどうかなんてよくわからないわけで、大きな景色、エモい時間帯、虹、飛行機なんていう要素がギュッと写真に詰まっていると、いいねとシェア、なんか懐かしい響きですけどね、このいいねとシェアが繰り返されてバイラルされていったのだと思います。井上自身この10選に選ばれたことで毎年光栄写真展に参加するだけでなく、ソニーやキヤノン、パナソニック、シグマやカール・ツァイスをはじめとしたさまざまな機材メーカーのお仕事をいただいて作例を取って納品したり、東芝メモリ、今のキオクシアのアンバサダーに声掛けしていただいたのもこれがきっかけでした。またドスパラが展開する PC ブランドの広告企画、フランス観光開発機構やカナダのオンタリオ州観光局と HIS との企画で海外で撮影するお仕事もいただくなど、今日の井上の仕事へ続く大きな機会をたくさんいただいてきました。近頃は東京カメラ部と地方自治体による地方創生事業の企画にも参加しています。これらの経験は井上の写真家としてのキャリアを大きく前進させるものとなりました。そして今年も渋谷ヒカリエで東京カメラ部2024写真展が開催されます。もちろん井上も真っ先ながら出展をします。この写真展は単に写真を見るだけでなく、そこに集まる多くの人々と写真を通じたコミュニケーションを楽しむ場でもあります。ぜひ皆様も足を運んでいただき、写真が持つ力や魅力を直接感じていただければと思います。詳細はこの動画の概要欄に記載している東京カメラ部の公式サイトでご確認いただけますので、ぜひチェックしてみてください。今回ご紹介した東京カメラ部という SNS 上のプラットフォームは、誰もが自分の作品を発表し共有できる時代において、写真を楽しむ多くの人々に多くの影響を与えてきました。ここで生まれる写真を媒介とした喜びや感動といった共感が表現に寛容な世界を実現する一助となることでしょう。今回のお話が皆様の写真表現に少しでも参考になり、また新たな視点を提供できたら井上はとても嬉しく思います。このチャンネルでは次回も新たなテーマとともに写真表現の楽しさについてお話をしていきます。この内容が役に立った、もっと学びたいという方はぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。ではまた。